どうも、エニアクラフトでペンデュラム召喚をしたくて、マジスペクターを混ぜた投稿者です。最近ペンデュラム召喚しないテーマが多いので、今回は時代に逆らってみました。入れているエニアクラフトは下級モンスターと、必要最低限の魔法カード。エニアクラフトはスケール0、マジスペクターは2か5なので、下級エニアクラフトなら問題なくペンデュラム召喚できます。ただマジスペクターユニコーンもペンデュラム召喚したいので、今回は万世姿勢ムベルを採用してみました。風属性魔法使いということでマジスペクターと親和性が高く、魔法穴のリリース要因にもなります。基本はスケール7を活かして、ユニコーンのペンデュラム召喚に使いたいですね。少し上振れ展開でしか手札に来ないのが問題ですが、ユニコーンは別のカードでも出せますし、エレクトラムでも持ってこれるので問題ないでしょう。それでは早速ゲールを3戦ほどどうぞ。なお勝率は高くないです。まずエニアクラフトでカードを集めていきます。手札次第でこの辺りは変えますが、フィールド魔法を貼るかリバースするか。今回はリバースしました。ここからはしばらくマジスペクターの動きです。ただし貼るペンデュラムカードはエニアグラフトを1枚使います。まだこの時は上級エニアクラフトも入れていました。リバースの墓地国家などで出すようです。相手は楽印かな。でもルンチャスは汎用に使われるからな。相手はアルとメディアも混ぜている様子。今回は増殖する G とマジスペクターで勝った感じの試合でした。2戦目こちら先行。下級エニアクラフトでアドを稼ぐ部分は3倍速にします。ここでリバースを打つとき、下級エニアクラフトを1枚スケールに残します。スケール2のマジスペクターしか来なかったパターン外れ。でも下級エニアクラフトならペンデュラム召喚できる。ペンデュラム召喚剣は使ったけど、まだ通常召喚剣は使ってないので、マジスペクターで動いていきます。正直ここはリンクリボーでもいい。アストラム兄さん、お久しぶりです。相手はベールフと三剣のデッキみたいでした。こちらが動けない時は大抵手札誘発が余っている時。でも実際ベアルフ機対戦はほとんどないので、相手のテキストがわからない部分も多い。よく知らない子が来た。この子はレベルを持たないモンスターを永続的に無効化する子の様子。何度もエニアグラフトでめくって、ライフを削りつつ手札を稼ぎます。相手フィールド魔法を割ろうとしてエクシーズを出しますが、ものの見事に無効化されました。隠された国家か。
を削って手札稼ぎ、エニアグラフトを出張させる時のメリットだと思ってます。やっと相手が反応してくれた。カウンター罠で相手モンスター除去。残っているエクストラでなんとかフィールド魔法を除去せねば。最後は相手が自爆してきました。対戦ありがとうございました。次が最後の試合。相手はムーンライトです。今回は増殖するジリを打たれる側、どこで止めるか勝負です。エニアグラフトでの手札稼ぎは3倍速で、リバースで3枚戻して3枚引き込みます。効果でエニアグラフトを1枚出して魔法穴伏せてターンエンド。いきなり融合してきました。月光河はやばいことは知っているので無限包容で止めます。伏せていたエニアグラフトが墓地カードをデッキバランスする効果持ちで助かった。持ってきたエニアグラフトを裏守備で特殊召喚。うまく相手手札のキーカードを一時裏側除外したい。ムーンライト、カレードチック。君がヤバいことはよく知っている。デッキに帰ってくれ。手札から捨てて融合を持ってくる子も知っている。相手が無限包容のところで月光が打ってくれた。いや、これは空打ちして墓地に落としただけかが。帰ってくるムーンライト、パレードチック。起動効果使わせる前に除外。攻撃で盤面突破してきそうなので、ユニコーンでデッキバウンス。ユニコーンのリリース素材はペンデュラムモンスターであればいい。つまりエニアグラフトでもいい。あとは盤面を揃えて殴ってフィニッシュ。対戦ありがとうございました。今回3戦とも先行の盤面で、後攻の盤面で有利プレイが取れませんでした。まくり用のカードとかも入れて、後攻でも面白いピレルができるように、もう少し改造してみたいと思います。エクストラデッキにも余裕があるので、超融合とかも入れてみるのもいいかもですね。それでは次の動画で会いましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは次の動画で会いましょう。また見てくださいね。